何もない部屋へようこそ、時丸です。私はこのホワイトボックスで、ホワイトボックスっていうのは自分で名付けてるんですけど、勝手に。で、このバックパック一つに収まるもので暮らしています。いわゆる世間的なミニマリストっていう感じなんですけど、僕はそんなに自分のことはあんまミニマリストとは思ってないんですけども、どうやらミニマリストらしいっていうことです。すいませんね。はい。で、正確には、最近今年バッグもう一つ増やして、で、そこに山系の道具を詰めて、だから合計バックパック二つなんですけど、そっちにはもう完全にその山道具だけ、テントとかシュラフとかそういうものを入れて、で、こっちにですね、生活用品すべて入るような荷物の量で暮らしています。いつも見てくださってる方は、またこいつ来たよって感じだと思うんですけど、今日はね、感謝を伝えたくて皆さんに、今年も多分1年最後になるので、本当に1年間、動画見てくださって、いろいろこの茶番にお付き合いいただきありがとうございます。なんか自分も自分でカメラに向かって話してるだけなんですけど、やっぱり皆さんが、聞いてくださってたり、見てくださってたりするんで、このね、チャンネルを続けられたと思ってます。で、僕の尊敬するエクストリームミニマリストがいるんですけど、その人は本当にエクストリームなので、自分のね、YouTube チャンネルをね、消すんですよね。だから YouTube をやってることがもうミニマルじゃないっていう風にやっぱそうになっちゃうんですよ。本当にエクストリームの人は。で、僕もね、何度も迷いかけて、やっぱりもうチャンネルいらないんじゃないかなっていう風に思いましたよね。何度も。この途中の過程で。でもそれでもなんか皆さんが盛り上げてくれて、ネスカフェ買いましたとかね、面白いですとかね、たまにね。で、ちょっと、癖強えけど、見てやるかみたいなね。そんな皆さんがいてくれたおかげで、今まで今年1年やってこれたなと思っています。なので本当に、いつもご視聴いただきありがとうございます。はい。チャンネル消すことなくね、やっていきたいと思っていますんで、今後ともよろしくお願いします。はい。ということで、今年最後の話なんですけど、今日は、ミニマリストの始め方、5フェーズ実践っていう、ことで、改めて、なんか一番最後はちょっとミニマリズムっぽいことを話したいなと思って、改めてですね、そのミニマリズムのことについて、ちょっと考えてみたことをまとめて話したいと思います。で、これからミニマリズムを始めたいとか、年末年始って結構物捨てるにはいい機会なんで、整理整頓したりね、物だけじゃなくてそういう自分の人生設計とか、新しいことやっていきたいとか、そういう人にとっては役立つかもしれないので、ぜひね、試してみてください。で、今回ちょっと紹介するのは、古典というか、ミニマリズムの古典から紹介していこうかなと思うんですよ。で、ピーター・ローレンスさんっていう人がいて、で、この人、2008年なんですね。2008年に、ザ・ハッピー・ミニマリストっていう本を出版しています。で、シンガポール生まれで、もう早期リタイアしてるんですけど、早期リタイアできたのは、宝くじが当たったわけでもないし、スタートアップで、当たったわけでもないと。で、家が裕福で、なんか親からの相続をしたわけでもないと。本当につつましい家の出で、どちらかというと。でもそのミニマリズムを使ってからそういう風な自由な生活を手に入れたっていうことを書いてるんですよ。で、この2008年ってのが結構面白いなと思っていて、というのも、その米国、アメリカでそのミニマリズムのムーブメントが始まったのが、ジョシュアとライアンですね。僕はいつも話している。ジョシュア・フィールズ・ミルバンド、ライアン・ニコデマスっていう、そのミニマリズムっていう二人組と、が出てきたぐらいにちょうど日本でこんまりさんとか、佐々木文夫さんとかが出てきましたよね。で、その前にですね、多分前になるんですよ。で、この人2008年にはもうこのミニマリズムっぽい本を書いてるので、もしかしたら、アメリカと日本でやってる間にも、だからシンガポールにも実践者がいたってことなんですよ。で、もしかしたらだからこの2000年以降のミニマリズムの始まったその最初の源流っていうか、古典なんじゃないかなっていうふうに思っています。この人のことを。で、今回改めて、このザ・ハッピー・ミニマリストっていうのを読み返してみてね。で、具体的な方法、この人が実践している方法が、5フェーズに分かれた実践方法だったんで、これがものすごく分かりやすいなと思ったので、ちょっと皆さんにも紹介したいと思って、今回話したいと思います。で、英語の本しか出てないんですけど、割と簡単なんで、概要欄貼っておくんで、読める人は読んでみてください。すごく勉強になるというか、ためになる本です。それでは早速行っていきます。まず、フェーズ制ということで、フェーズが5段階に分かれています。だからこの順番、ステップ通りに踏んでいくとミニマリズムが実践されやすい。で、そして生活が良くなりやすいっていう風な感じで捉えてもらえるといいかなと思います。で、フェーズ1いきますね。持ち物を最小化する。
まずここから始めるってことです。で、消費。消費も最小化していく。で、そのために、まず不要なものを明確にします。12ヶ月以内に使っていないものとか、これなしでも生きていけるなっていうものをどんどん捨てていくと。で、エマージェンシー的なアイテムとか防災アイテムは除いた方がいい。それを除いて不要なものをどんどん捨てていくってことですね。例えば、そのものを持ってて、自分にとって役に立ってなくて、楽しくないものだとするなら、それはなぜ持ってるんだっていうのを問うってことです。自分自身に。例えば本だったら、これ最後に読んだのはいつかっていうのを問いかけてみてください。で、本棚にあり続けるのは、それをスペースを取り続けるだけなので、それよりも手放して新しい本を入れてあげた方が、新しい知識が入ってくるっていうことが起こります。で、そういうふうに、リスト化がいいって話もしてたりするんですけど、僕の話ではね。はい。そのようにして、不要なものが明確になった後は、今度は、必要だと思うものを見直して、それが本当に必要かをもう一回考えるってことです。例えば、水道に、蛇口につけてる浄水器ありますよね。これ結構いろんなこの場所によって違うと思うんですけど、例えば東京の水だったら、もう浄水レベルは、ペットボトルよりも浄水レベルが高いんですよね。普通の浄水器で出てくる水の方が。だからそういう事実があったりします。だから実はその浄水器の浄化力は果たしてそれほど必要かっていうことがあったりとか。で、僕もこのホワイトボックスに来てから、自分の、今までその浄水器つけてたんですけど、それもうなしで暮らしてますね。はい。で、一応コンパクトな浄水器、ポータブルのやつを持ってはいるんですけど、水道水を基本的に飲んでいます。で、これもっと具体的にやるのであれば、町が出している、あるいは東京都が出しているような水の成分表ですね。それを全部見てもらって、で、それとその浄水器が浄水できる物質ですね。それを見比べるんですよ。そうなると意外と、すでに水道から出てくる水には、その浄水器で除去できる有害成分みたいなものがもう含まれてないっていうことがほとんどです。はい。8割、9割ぐらい。含まれてないっていう可能性があるので、それは場所によって違うので、自分の自治体のから出ているそういうデータを見て、で、実際にそれを取り除ける可能性があるかどうかを調べる。調べることによってそのもの自体が、不要な可能性が出てくるっていうこと。なので結構調べるっていうことが大事なんですよね。分かってても調べることでそのものが本当に必要かどうかっていうのが改めて見えてくるっていうことです。はい、そのようなステップで、見直して不要なものが判明してきたら今度それを処分するっていう方向に入ります。どのように処分するか。これはできる方法で売るってことですね。メルカリとかヤフオクとか、いろいろ売り方はあると思います。そのようなものでどんどん売っていく。売れなければ必要とする人に譲る。これも手ですね。はい。譲っていく。で、必ずそのものっていうのは人によっているいらないっていうのが変わるので、自分が不要でも誰かが必要としているってことがあります。だからそういう人に譲ることで、それはまた新たな価値をそこで生むことになるので、譲っていくっていうのも一つの手ですね。で、最終的に今度売れない。それでも譲っても譲り手、受け手がいないって時は、リサイクルに出していく。リサイクルに出して処分していく。あるいは寄付していく。ということができます。はい。そのように物を処分した後は、新たに発見する贅沢を楽しむことができます。例えば物がなくなることにより空間ができる。スペースができる。で、よりお金を手にすることができる。もう売ることによって直接的にその売却益が入ってくるんで、お金が増えますよね。で、気分が良くなる。例えばその必要な人に渡すことによって、あるいは寄付することによって気分も良くなります。で、地球を守るあなたなりの動きをしたってことにもなります。それはリサイクルに出したっていうことですね。これは地球を守ることにつながります。で、より家を安全にしたっていうふうに考えることもできます。これは家のものを減らすことによって、例えばその地震とか災害が起きた時にそのものが転倒して、来るリスクとか、壊れてそれを踏んで足を怪我するリスクとかを軽減した。だからその家を安全にすることにつながりますね。減らすことは。で、最後はちょっと、これはどうか、本当かどうかわかんないんだけども、運が良くなったっていうね、よく言いますよね。物を捨てると。あるいはその生活動線にある入り口を掃除すると、そこから運が入ってきやすくなるとか。これちょっとスピリチュアルな分野なんで、これ信じないはあなた次第。風水を信じてる人は、そういうところは気にするかもしれないんですけど、とにかくスムーズに流れていく。物がなくなることによって、もう、すごく気が流れていくんで、そういうふうに運も良くなるっていうふうに言われたりもします。はい。ここまでがフェーズ1です。だから持ち物、あるいは消費を最小化していく。
これがフェーズ1。じゃあフェーズ1が終わった後はフェーズ2ですね。フェーズ2に入っていきます。で、ここにどういうことが書かれているかというと、フェーズ2はサービスのミニマル化っていうことが書かれています。だから最初は1は物ですね。物を減らした後は今度はサービスをミニマル化していこうっていうことです。不要なサービスをまず明確にして減らしていく。例えば固定回線だけでいけないのか、固定回線を手放して携帯だけのキャリアで通信できないかとか、あるいはスマホの料金ですね。下げられないか、格安 SIM にできないか、プランをさらに安くできないか、そういうことを考えることができます。で、あとは、アンテナとかね、ケーブルテレビやってる人は、それが本当に必要ですか？ケーブルテレビ契約してるけど見てますか？とかね。あとは、電力量を落とせないか。これも電気量のプランとか、今、電力自由化によってね、いろんな会社選べるようになっているんで、より安い会社に乗り換えることができないかとか。あとは家の中のその電球ですね、白熱球ではなくて LED に全て取り替えることができないかとか。そういうことを考えていきます。なので、不要なサービスを明確にして減らしていく。で、それがフェーズ2ですね。これは割と簡単にできると思いますね。物を減らした後は、今度じゃあサービスをミニマル化していくと。はい。続いてフェーズ3です。3番目に入っていくんですけど、この段階に来ると、今度はルーティンをミニマル化していきます。はい。ルーティンをミニマル化していくことが書かれています。物事を行う理由として4つあると考えられていて、4つ挙げられていて、それはいつも行われてきたもの。いわゆる伝統的なもの。そして2つ目がみんなやっているからやること。これはつまり文化ですね。文化。で、3つ目は心地よいからやること。これは感情的な部分です。心地いいからやる。で、4つ。しなければならないからやること。物事をやるにはその4つの種類があって、もう一回整理すると、いつも行われているもの。伝統。で、みんながやっているもの。文化。で、心地よいからやるもの。心地よいもの。感情。で、しなければならないからやること。それは義務。はい。伝統、文化、感情、義務というね、物事を行う理由として、動機づけとしてそういうまず4つの理由があるってことを把握します。で、それらを見直していくってことです。一つ一つ。ちょっと難しいかもしれない、これは。伝統的な部分で言うと、例えばおじいちゃんが出席しているような行事。これ、なかなかこういうこういう例を挙げてるんですけど、日本ではちょっとね、あるかどうかわかんないけど、でもあるかもしれない。おじいちゃんが出席してるから自分も出なければならないとかね、そういう行事があるときは、それが実際にその役立って楽しいのか、で、自分の出席により他の出席者の利益になるのか、あるいは喜びをもたらしているのか、で、それがノーであれば、自分の出席により他の出席者が別に喜んでないし、自分にとっても役に立ってないしっていう行事とかね、伝統行事ね、があれば、それがノーであれば、出席しなくてもいい可能性があるかもしれない。でもそこを削るっていうのは結構正直に言えばデリケートな部分なんで、僕は割となんていうかな、伝統とか文化っていうところは守っていきたい派だとは思ってるんで、大きな枠としてはですよ。これすごい細かいディティールのこと書いてるんで、ちょっとそこは難しいんですけど、とにかくそういうおじいちゃんが出席していて、自分も出なければならない。これなんで出てるんだろうみたいなものとかね、そういうものがある人は見直すことができると。で、二つ目、そのみんながやっているもの、つまり文化的なことで言うと、カルチャーの方の文化という意味もありますけど、習慣っていう風に言い換えてもいいかもしれません。月に何回スーパーに行って買い物をしているか、例えばね。あるいはその洗濯しているか。ランドリーね、コインランドリーに行って洗濯をしているかとか。そういう人にとってはそれを減らす方法はないかとか、そんなに本当に洗濯する必要があるのか、洗う必要があるのか。あるいは自分がもし手洗いしなければならないとなった時に、それほど洗うのか。実は手洗いに切り替えると全然めんどくさくて洗わないってことになるかもしれないですよね。で、つまりこれは便利さがタスクのオーバーフローを招いているってことなんですよ。簡単に行けるから、スーパーに簡単に行けるから、あるいは簡単に洗濯機を回せるし、簡単にランドリーで洗濯ができるからこそ何度も行ってしまうっていうこと。これがタスクのオーバーフローっていうふうにこの人は書いてます。これ結構面白いなと思って、だから不便であると、それは不便であるから、もうちょっといいやって、だんだん回数が少なくなってくる。つまり結果的にミニマルになってくるってことなんですよ、自動的に。ただ便利だとどんどんやっちゃうから、それが回数が増えてね、余計に出費してしまったり、余計に動いてしまったりしてるっていう可能性があるってことです。だからそういう意味でみんながやっていること、習慣的なことを見直すってことですね。で、他の例として挙げられているのは、例えば感情的なところで言うと、食事でね、例えばおかずを何品作るか。これが、だからね、必ず魚と肉を用意して、で、サラダ、で、スープ、で、前菜もありながら、で、デザートみたいな、もう、そういう風な
全てを用意しなければならないっていう思い込みとかね、そういうものも捨てることができるかもしれないし、で本当にその栄養的な観点から見たときに、じゃあそれが栄養的にいいのかっていうのはまたわからない。また別の問題ですよね。だから意外と、その感情的な部分で、なんかこの絶対何品なければならないとかね、そういうふうに決めて、こう食事をしているような人たちは、意外と減らせる可能性があったりとか、もっとその栄養的な側面で今度よく考えてみて、もう少ない品数で済むなってことがね、分かったりとかね。そういうこともあると思います。だから自分自身もほとんどね、食事はもう家で食べるときはもう本当に簡単にしてますね。玄米菜食を基本にしてるっていう感じです。あと他に挙げられてるのは、テレビとかに費やす時間ですね。これ今で言えば、インターネット、SNS とかそういうプラットフォームに言い換えてもいいですね、多分ね。これ出てるのが2008年なんで、まだその、本当にこういうYouTube とか、SNS がガンガン来るような、来てるような来始めた時ぐらいだと思うんで、2008年って多分まだテレビ時代だったんで、多分ね。で、だからそのテレビのことを書いてるんですけど、何時間をテレビに費やしてるかを考えてみると。だからこれはつまりインターネットに何時間費やしてるか。リラックスをもたらして、で、ニュースは自分自身を落ち込ませて、で、広告は本当に購買意欲をかき立てるだけ。だから消費につながるだけなんで、そういう、そもそものね、メディアとか、インターネットとかの使用時間を少なくすることが、そういうルーティーンのミニマル化につながっていくっていうことを書いています。はい、それがフェーズ3ですね。はい、ルーティーンをミニマル化していく。はい、じゃあルーティーンのミニマル化が終わった後は、今度は、購買のミニマイズに入っていきます。購買、つまり買うことですね。物を買うことのミニマイズに入っていく。ミニマル化に入っていく。で、結構いい言葉が書いてて、消費や新たなものやサービス、ルーティーンを加えるときは本当に必要かを自問せよっていう。なんかパッて飛びつくんじゃなくて、やっぱ一回そのワンクッション入れて考えるっていうことが大事なのかもしれないですね。購買を、買うものを防ぐためにはね。だからそういう意味でやっぱその持ち物リストとか、ショッピングリストとかを作るのは大事だと思うし、一回そのメモして、で、それが本当に必要かを24時間、あるいは48時間、2日ぐらい考えて、で、その後でもどうしても欲しいかっていうことをもう一回改めて考えてみるとか。で、購買をミニマイズ化するための問いがいくつかあって、はい。で、その一つ目が、今日から買い物をもしやめたら、今持ってるものでどれだけ生きられますか？で、これほとんどの人が、今日から買い物をやめても、多分結構生きられると思うんですよ。その食品とかを外してですよ。例えばその消耗品とかは抜きにして、じゃあ今日から一切あなたは物を買わないでくださいって言われた時に、結構今持ってるものでやれると思いませんか？実際。でもね、やっぱりそれができなくて買ってしまうんですよね。だから、この問いは結構いい問いだと思いますね。どれだけ生きられるのか。で、二つ目の問いも結構面白くて、あなたは自分が持っているものよりも長生きしますか？それとも物の方があなたよりも長生きしますか？で、後者の場合、つまり物がね、あなたより長生きする場合、さらにじゃあその物の買収のポイントは何ですかってことです。これも結構ね、考えさせられますね。だから自分より長生きするものを買うときに考えると。まずその自分より長くそのものが持つかどうかをまず考えた後に、じゃあそこでも買うポイントは何かっていうことを続けて考えるってこと。それってさ、多分その人体っていうか人よりもやっぱりそのね、服とかの方が下手したら長生きしますよね、多分ね。わかんないけど。素材にもよるけどさ、そういうナイロン系とか石油系のもので作られたものって基本的にその強いし、自然に吸収されないものが多いんで、そういうものって、自分の寿命よりも下手したら長くこの世に残る可能性があるってことなんですよ。で、そのものを買うときにやっぱりじゃあ、本当にそれはじゃあどういうことなのか。自分より長く生きるものを持つっていうことはどういうことなのかっていうのをね、考えるっていうのは結構これは、哲学的でもあるし、面白い問いだと思いますね。で、他にこの項目で書いてるのは、そのものを買うときに、例えば地元の仕立て屋さんとかテーラーに持っていくことによって、持ち物をその修理して長く使うことができるかっていうこと。そうすることによって、やっぱりその、自分のお金を節約できながら、地元の中小企業を支援することになるんですよね。地域社会への貢献っていうところもありますね。なんかどうしてもその購買ってなると今インターネットで買って、
で、ただ単にその自分の中で消費して終わったら捨てるみたいな使い方が多いと思うんですけど、やっぱりその地元に根付いたお店とかで買って、で、それが修理可能であって、いつでも持ってきてくださいねみたいな感じであれば、それが壊れたとしてもそこのお店にもう一回行ってね、修理してもらうことが可能になりますよね。で、ここで書いてるのが、やっぱりそのブランド化された大企業とかね、そういうものを購入した場合、やっぱりその会社が作る利益っていうのは大部分はもうトップにいる人たちがただ持っていくだけなんですよ。あと株主が。だから買うことは結局その資源を枯渇させて二酸化炭素の排出量を増やすだけでしかないってことが書かれています。でこれもう2008年の時点で書いてて、だから、やっぱり、それって今もうさらに言われるようになった世の中じゃないですか。かなりその先見的なね、書き方だと思うんですけど、それよりもやっぱりその中小企業とか目の見える人から買って、で、そこのブランドを存続させていくっていうか、だから自分がその山系のブランドとかやっぱガレージブランドが好きなのはやっぱそういうこともあるんですよね。で、もちろん結構メジャーなブランドのものとか使えますけど、ただ僕は日本の割とそういうメジャーな、ファストファッションのアパレルみたいなものはほとんど買わないですし、だからやっぱ長く使えるものを使って修理可能なもので、ちゃんと修理してもらってから使うみたいなことを、やっていますね。で、そういうことが結局、このフェーズ4で言われている、購買のミニマル化。購買をミニマイズすることにつながるっていうことですね。はい、ちょっと長くなってますけど、今ね、こういう感じで、4フェーズまで喋ってきました。まとめると、まず第1フェーズ、持ち物を最小化、物を最小化していきます。で、フェーズ2では、今度サービスをミニマイズ化していきます。ミニマル化していきます。で、フェーズ3では、ルーティーンをミニマル化していきます。で、フェーズ4では、購買、ショッピングをミニマイズ化していきます。で、ここまで来たら、もう今度、最後の段階なんですよ。この本では。それがフェーズ5になって、どういう風に書かれているかというと、エクストリームスポーツにふけるって書いてます。で、これ結構解釈の仕方がやっぱちょっと難しいんですけど、つまりすべてね、物を整理して、売って、で、サービスとか、そういうものを減らして、で、ルーティンもミニマル化して、買わない習慣ができたら、フェーズ5はエクストリームスポーツにふけるってこと。で、これがこの人のいる段階。で、これが自分がいる段階でもありますね。つまり、何もなくなると、もうあとは自分の体を使うことにしか向かわないってことなんですよ。だから自分がずっとヨガをやってるのもそうだし、ランニングとハイキングをやってるのもそれなんですよね。だから物を減らすと結局、あとは自分の体で遊ぼうとか、自分の体を使って自然で遊ぼうみたいな感じになってくるんですよね、自然とね。だからそれはやっぱり、不思議なんですけど、結構健康につながったりとかしますね。はい。で、最後書かれてるのは、シンプルへの道は終わらない。健康な人は安静時の心拍数が低い。有酸素運動が習慣づくと酸素供給が効率的になる。この段階では個人の効率が上がる。って書かれています。はい。ということで、最後、フェーズ5がエクストリームスポーツにふけるっていうこと。だからエクストリームスポーツじゃなくてもいいと思うんだけども、結局、これで言ってるのは、だからそういうふうに物を減らして、購買を減らして、で、ルーティンを減らすと時間が余るから、時間が余ったことを自分が好きなことに有効に使えますよってことですね。結局ね、書いてるのは。だからそれがよりエクストリームスポーツ、つまり心拍数が上がるような運動であれば、それが健康につながって、人生の幸福につながってくるっていう。もうこれも本当に綺麗な、教科書みたいな感じだとは思うんですけど、改めて自分自身もこれを読んで、ミニマリズムの基本だなっていうことを思い出させてもらった本になります。はい。ということで、今日はちょっと長くなりましたけど、そんな感じで、紹介してきました。ミニマリストの始め方、5フェーズ実践ということで、年末年始、いいタイミングだと思いますので、ぜひね、気になる方は、一から試してみてはいかがでしょうか。はい。ということで、今年最後になります。皆さん正月はどう過ごしますか？コメントであったら教えてください。僕は通常通りというか、何も変わらず、過ごしているんですけど、あと最近は結構新しい、本を書いてますね。執筆のために、結構、本を書く時間が増えてるんですけど、面白いちょっと引用があって、町田光さんのシラフに生きるっていう本があるんですけど、これがね、結構面白くて、正月ってどうしてもお酒飲んだりとか、
パーティーやったりとかね、どんちゃん騒ぎしてしまいがちじゃないですか。それに対して結構有効な言葉が書いてて、ちょっと前にね、こういう本を読んでたんですけど、シラフで生きるって本があるんですけど、これは断酒本っていうかね、お酒をやめていく過程を綴ってる本なんですけど、その中での町田光さんの考え方が面白くて書いてるのが、正月などというものは流れていく時間の任意の一点に過ぎず、特別な意味など何もない。ということであった。それが証拠に、犬や猫は正月を祝わない。いつも通りの格好で、いつもと同じものを食べ、いつもと同じように過ごしている。もちろん酒も飲まない。それをことさら騒ぐのは、まあはっきり言って人間だけである。ミノムシ、ウミムシ、肉牛、乳牛、各種の鳥。世の中にはいろんなものが生きて働いて、生きて動いているが、誰も正月なんて気にしていない。じゃあなぜ人間は正月を祝うのか。それは人間が暦というものを持っているからであろう。日が昇り日が沈む。これを一日と定めた。みたいな感じで、暦があるから正月を祝うんだと。じゃあなぜ暦があるかというと、農業をしたからだと。農業をしたから暦が生まれたんだと。でも今は、全員が農業をやる時代じゃないから、その農業の時間に合わせて正月とかそういう暦の軸を過ごさなくてもいいんじゃないかっていう風なね、そういうことを書いてるんです。で、そういうことを書きながら、だから正月はもう別にそういう特別な日じゃないってことを言い聞かせながら、酒なんて飲まねえぞってことをね、ひたすら書いてるんですけどね。それが面白いなっていうね。この捉え方はね、だからね、やっぱり参考になると思います。ただ、やっぱ自分みたいにこのホワイトボックスで、何もないところで暮らしてると、その正月感みたいなものはもう何もないんで、あれがいかにメディアとかテレビによって作られたものだったかっていうのがね、今になってよくわかりますね。で、テレビ全く見ないので、そういう正月感みたいなものは全くなく、普通に過ごす感じになっています。と言いながら、年越しのちょっと DJ ライブとかね、もしやっちゃったらちょっとあれだけど、まさかないでしょ。ホワイトルーム、ボイラールームっていうね、有名な世界的な DJ コミュニティ、DJ イベントがあるんですけど、ボイラールームがホワイトルームになって、時丸田中が、そこで年越しの DJ セットを一本回すみたいなものは、ないとは思いますけどね。ないとは思いますけども、ないとは思いますよ。なので、ちょっと、また、来年お会いしましょうということになりますけども。はい、最後までご視聴いただきありがとうございます。今年もお世話になりました。また来年もよろしくお願いいたします。皆様も良い年末年始をお過ごしください。それでは良いお年を。